どうもこんにちは、ホームレスの洋平です。今日はですね、風邪をひいてしまった方への救済企画ということでお届けしようと思います。今外でですね、ちょっとでも咳をしようもんならもう犯罪者みたいな目で見られてるんじゃないかと思うんですけども、でも普通に風邪をひいてしまった方なんかもいらっしゃるわけで、今日はそんな方のためにですね、風邪をひいた時に、すごくおすすめのレシピを紹介します。これ、僕がですね、大学生の時に気になってる女の子に、そういう子がちょっと風邪をひいて体調を崩したりしたらですね、ご飯作りに行くよと、風邪の時に効く、ご飯作りに行くよと言ってですね、その子の家に上がり込んで、で距離感を縮めてたっていう作戦に使ってたレシピです。最低でしょいいところばっか出してもしょうがないんで、こういったこともね、喋っていきながら、今後 YouTube 作っていきたいと思ってます。Get on up, get on down, get on the, get on the, get on the, get on up, get on down, down, get on up, get on down, get on the, get on the, get on, get on up, get on down.風邪の時というとですね、おかゆが一般的かと思うんですけども、今回作るレシピは、そこまでひどい風邪じゃない、でもちょっと熱っぽかったりとかちょっとだるかったりとかで、寝てる女の子に作るのを想定したイメージのレシピです。さあ早速作っていこうと思うんですけども、今日は雑炊を作ります。で、普通の雑炊ではなくて、鮭と生姜と、それからもずく、あとはですね、ネギもたっぷり入れて風邪の時に、効くような、そんな雑炊を作っていきたいと思います。ちょっと先に鮭焼いちゃいましょうかね。ちょっとね、炭の勢いが弱いんで、もうね、そういう時はよいしょ、このスターターの上で直接焼いちゃいます。こうするとですね、かなり火力強くなるので、もう冷凍物で大丈夫です。これ冷凍物の鮭で大丈夫です。塩鮭ですね、スーパーに売ってる安いやつで。あら、来たの。お前ご飯作るとすぐ来るな。もずく、こちらのもずくをですね、水切ります。お酢がすでに入ってるもずくとか結構ありますけども、そういうのじゃなくてですね、お酢が入ってない、味のついてないもずくを選んでください。で、このもずく水切りします。こんな感じですね。はい。それから次、生姜ですね。生姜はたっぷり入れます。皮を剥いて、今ね、新生姜があるので嬉しいですね。生姜の皮はこうやってスプーンで剥けます。やっぱ皮の周りが一番野菜って美味しいところなので、皮むき器でですねやっちゃうと結構ごっそり取れちゃうんで、スプーンで剥ける野菜はこうやってスプーンで剥くのが一番いいです。生姜はですね、もうたっぷりすりおろしましょう。風邪にも効くし、これ生姜たくさん入ってる方が美味しいんで。ネギは2種類使います。太ネギと、それから小口ネギっぽい感じのやつ。さあ、いい具合に鮭も焼けてきました。美味しそう。鮭は結構油を落としてあげるようにですね、しっかりと焼くのがいいと思います。雑炊に入った時に魚臭くなっちゃうんで、しっかり焼いてください。これ普通に家の魚焼きグリルでもいいですし、あとはお惣菜屋さんでもうすでに焼いた鮭売ってたらそれ使ってもらっても全然大丈夫です。みっちゃんなんかついてるよ。
ピーちゃん食べたいの？これ塩がいっぱいついてるからこれあかんわ。ピーちゃん後でささみやるわ、ささみな。ネギはもうみじんに切っちゃいましょう。十字に包丁を入れて、あとはで鮭の皮を剥がして、でこう身をほぐしてあげます。この時に骨なんかをちゃんと取ってあげないと食べる時に骨が当たっちゃうので、骨は必ず取りましょう。骨を取りながら身をほぐしていきます。雑炊が8割方できたくらいのところで塩鮭を入れていきます。もずくもいっちゃいましょう。生姜もいきます。はい、これで混ぜます。水分量がですねちょっと少なかったらここで水を追加してあげてください。ちなみにこれ一番初めに米炊いた時に、だし、鰹節と、昆布のだしで炊いてます。まあ塩鮭にだいぶ塩気があるので味見ながら、美味しい。鮎醤をちょっとだけ入れます。鮎の魚醤です。これ普通にお醤油で大丈夫です。ネギを入れるの忘れてました。ネギを入れて混ぜて、で最後仕上げに入ります。これ今9割方雑炊完成してるところですね。この食感がまだちょっと硬いです。お米がこのぐらいの状態がベストですね。で仕上げに卵です。贅沢だな、土佐次郎の卵で卵とじしていきます。あ、来た。音がね変わるんですよ。来ましたね、来ましたよ。さあ行きましょうか。はい、はい、本来はですねもうここで火切っちゃっていいんですけども、今屋外でやってるのでちょっとだけ火入れて、で切って蒸らします。うまそう。これ好みだと思うんですけどね、この卵の塊具合っていうのは。僕はもうかなりのトロトロのが好きですね。はい、それではいただきます。今日は風邪のひいてる
女の子に作ってあげたら喜ぶレシピ、僕のナンバーワンです。酒もずく雑炊です。じゃーん、いただきます。このトロトロの卵がいいんですよね。トロトロ具合の卵が。あ、うまい。生姜がたっぷり入ってるので、生姜とネギがねたっぷり入ってるので風邪にも効きますし、で塩鮭ってなんかこういい意味で安っぽいんで油っぽくなくギトギトしてない感じも食べやすいですし、もずくも栄養ありますし、風邪の時にはぴったりなレシピなんじゃないかなと思います。今ですね、風邪をひくと街中で咳なんかすると結構大変なことになるので、白い目で見られるので、ぜひ皆さん体調管理しっかりしていただいてね、自粛期間を、持ち越してですね、また、持ち越しましょういただきます。見た目はねちょっとグロいんですけど、でも美味しいし栄養もすごくあります。安いし。そういえばおかゆとおじやと雑炊の違いって分かります？合ってるか分かんないんですけど、僕の認識ではおかゆは具の入ってない、もうすでに炊いた米から作るもので、おじやは具が入っててすでに炊いた米から作るもので、雑炊は具が入ってて、生米から炊く前の状態の米から作るものっていうイメージなんだけど、合ってんのかな？コメント欄最近返してないんですけど、毎回返すっていうスタイルから、定期的にですね、Q&A の動画を作ってそこで全部拾っていこうかなと思ってます。ちょっと作りすぎたかな。味変するなら柚子胡椒がいいかな。柚子胡椒これにちょっと乗せて、それも美味しそうだな。もうラストか。ラス1いただきます。美味しかった。ごちそうさまでした。今の時期風邪ひくとですね、結構本当に肩身狭い思いしちゃうと思うので、体調管理気をつけていただいて、でもし風邪をひいてしまっているあなたはですね、これすごく風邪に効くので、生姜がたっぷり入っててネギもたっぷり入ってて温かい食べ物食べてですね、ゆっくり休んで早く風邪治してください。赤でも止まらない。失格してたらわからないの。受かればどうにかなるようになる。ノリでもいい。